はよんぱーバブルンだよ。今回は第9回パズルボブルシリーズの紹介。任天堂 DS のスペースパズルボブルを紹介するよ。前回紹介したパズルボブル DS の次に2006年に引っ張ってパズルボブルっていう DS のタッチペンを使ってバブルの発射方向を調整する操作方法が特徴的なタイトルも発売されてたんだけど、今回紹介するスペースパズルボブルはその次、2008年に任天堂 DS 用に発売されたゲームで DS 用に発売されたシリーズの3作目にあたるんだ。ちなみに引っ張ってパズルボブルの海外版のソフト名はバストアムーブ DS で、名前が似ているパズルボブル DS とは別のソフトだよ。スペースパズルボブルは僕とボブルンが主人公になったストーリーモードがあるんだ。ある日、僕たちが暮らしていた星に突然カプセルが降ってきたんだ。そこからはデビルンに捕まって動けないから、この銀河のどこかにあるコスモバブルを集めてほしいという声が聞こえてきて、僕たちはその声の主スノーンを助けるために冒険に出発したんだ。デビルンはパズルボブル4で出てきたキャラクターだけど、ここでも悪者として出てきてるんだ。コスモバブルはいろんな星の各ステージに散らばってて、バブルを消すときにちぎって落とすとゲットできるんだ。一つの星は3つのステージでできてて、各ステージ5ラウンドあるよ。ステージの最後はこれまでにないスタイルのボス戦になってるんだ。任天堂 DS の画面の上下にまたがったステージになってて、ボスの周りのバブルを消すとボスにダメージを与えられるんだ。タイミングを見計らいながら移動したり、ちょっと難しい位置にあるバブルを消していくんだけど、ボスによってパターンが違って面白いよ。エンディングはちょっと感動しちゃうかも。ストーリーモードの他にはバーサスモード、他のキャラクターと対戦できるモードももちろんあるよ。上画面が対戦相手で、下画面が自分のエリア。アイテムバブルを消すと対戦用のいろんなアイテムをゲットできるんだ。例えば一定ターンでバブルを打つ時のガイドラインが表示されるガイドや、一定時間相手のアローを見えなくしちゃうイレースみたいにいろんな効果を持ったアイテムがあるから、うまく使って相手を邪魔したり作戦を立てたりしてバトルできるよ。バブルをひたすら消していくエンドレスモードもあるよ。打ったバブル、消したバブル、ちぎったバブルがそれぞれわかるんだ。チャレンジは3分か5分での短い時間でのスコアアタックができるよ。スコアは記録してグラフにしてくれるから、たくさん練習していけば上手くなった成長を感じられそうだね。各モードでゲームをクリアすると成績に合わせてポイントをもらえるんだけど、そのポイントを使ってショップでいろんなカスタマイズ素材やミニゲームと交換できるんだ。バブルのデザインをいろんな個性的なデザインに変えたり、アローのデザインをキャラクターにちなんだものに変えたりできるから、ゲームをやり込んで全部集めたくなっちゃうよね。ショップで交換したミニゲームはエクストラから遊べるよ。プレッシャーモードは1回だけバブルを発射して全てのバブルを消さないといけないんだ。すごく緊張するモードだね。パズルモードは出題されるステージを次々にプレイしていくんだ。ちょっと考えてかっこよく解いていく必要があるよ。ファクトリーモードは限られた色と数のバブルを使って全てのバブルを消していくんだ。どのバブルをどこに打つかが大事だね。どのモードもクリアするとどんどんステージが追加されていくよ。一人でもたっぷり遊べちゃうけど、友達と一緒に遊ぶこともできたんだ。パズルボブル DS と同じように DS カードが1枚あれば
みんなで対戦できたんだけど、スペースパズルボブルでは最大4人で対戦できたよ。任天堂 Wi-Fi コネクションを使えば、遠く離れた人とも最大4人で対戦ができたんだ。以上、任天堂 DS 用ソフト、スペースパズルボブルの紹介でした。次回は、スマートフォンアプリのパズルボブルジャーニーを紹介するよ。それじゃあ、またねー。